美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。前回の動画で初めて体重から体脂肪率、筋肉量等々公開させていただきまして、ずっと体内年齢は21歳くらいで停滞してたんですが、今日お話しする3つのことをやめてみたところ、年末くらいからスルスルっと減っていき、なんとか年内ギリギリに18歳の目標を達成しました。ということでね、冬ってやっぱり美味しいものいっぱいあるし、寒くて動く気もしないから、ついついこの時期はいわゆる正月太りしちゃったっていう部員さんも多いのではないかと思ったので、参考になればいいなと思って情報共有したいと思います。それでは本日も美ボディ研究スタートです。レディボ。はい、それでは私が毎月1歳体年齢が若返った期間にやめたこと3選。1つ目は当たり前に夕食にあった白ご飯です。これは意識的にというか、年末ちょっと体調を崩して喉がねめちゃくちゃ痛くなった時に固形物よりお粥とかが食べたくなって、3日くらいねおかずの量は変えずにご飯だったところをお粥に変えてみたところ、ガクッと2キロぐらい急に減ったので、やっぱお粥って体重減るなと思って、その時はねちょっと体調不良だったのであんまり良くない痩せ方だし、元気になったらまたすぐ体重戻ったんですけど、でもお粥戦法はいいなと思って、しかも美味しいのでね、最近のお粥私は Amazon で一気にちょっと買いだめしました。おすすめは紙のやつです。もちろん自炊してもいいですし、自炊するとねよくわかりますけど、お粥ってやっぱりほぼ水分だから、いつものお米の量が3分の1とかになっちゃうんですよね。日本人の主食であるお米が実はダイエットの天敵糖質であるっていうことはもう有名な話ですが、前にもこちらの動画でお話ししましたが、糖質カットしすぎると脳が飢餓状態と勘違いしてすぐリバウンドしちゃうので、こういう脳が騙されてくれる範囲の置き換え食にするのが私がいつもダイエット成功させる時のポイントです。お粥が苦手な方はね、白ご飯の半分を玄米に変えてみるとかもおすすめです。そして私が毎月1歳体年齢が若返った期間にやめたこと3選。2つ目はデザートと夕食中の固定ネトフリです。ごめんなさい、ネトフリには恨みは全くないし、もうないと困るぐらいお世話になってるんですけど、これは一人暮らしあるあるかな。もうネトフリでもアマプラでも何でも同じですけど、とにかく映画とかドラマとか長めの作品を見ながらご飯を食べてたら、先にご飯食べ終わるとついついこの話が終わるまでなんかデザート食べようとかしちゃって、そのね悪しき習慣に快楽を覚えちゃうと、もう朝のお散歩中に今夜のデザート選びのためにコンビニに入っちゃって、ついでにスナック菓子も大量に買っちゃってとかなってたので、まず原因のネトフリは見ていいんですよ。ただ私ここでこんな感じで固定されたデスクトップで見るから、テレビとかで見てる方も同じだと思いますけど、こういう固定されたものって持ち運びできないじゃないですか。なので iPad で見ることにしました。そしたらね、食べ終わったらすぐ皿洗いに行きつつキッチンで続き見れるし、お風呂でもね見れるわけなので、それでも最初の 1,2 週間くらいはもうデザート脳が染みついちゃってたら我慢が必要になりますけど、 1,2 週間くらい乗り切れば人間なくても平気になるっていうのを知ってるので、その期間はねコンビニがないお散歩コースに変えて、もうデザートを買わないようにとかしたら、なんかね自然とデザートの存在を忘れてネットフリとか YouTube の作品に集中してました。ちなみに今ハマってるのは今和の国のアリスです。あれ面白いね。そしてラスト、私が毎月1歳体年齢が若返った期間にやめたこと3選。3つ目は食べたもの記録です。これはね意外かもしれないけど、私も意外な発見でした。普通ね食べたものを記録した方が、こんなに食べちゃってたのかって罪悪感を覚えてやめるようになるとか聞くじゃないですか。もちろん最初はやった方がいいと思うんですけど、自分がね1日にどれくらいの量を摂取してるとか把握することって大事だと思うので、ただね私はそれをもう1年以上続けてて、だいたいいつもこれくらい食べたら糖質取りすぎでとか把握してたのに、もう癖になってずーっとやっちゃってて、そしたらね面白いことに、もうお腹いっぱいでもまだ今日は糖質量に余裕あるなとか思うと、何のもったいない精神かギリギリまで食べようとしちゃったりとか、脂質はオーバーだけど足りてない栄養分もあるから食べた方がいいよねとか謎の言い訳かまして余計食べちゃってたみたいで、ある人にね記録って意味あるってさらっと聞かれて、ふと言われてみたら、あれもう私は把握してるのにこれ以上続ける意味ってなんだっけと疑問を抱いてからやめてみたところ、これがまさかの一番ハマるっていう。これは人それぞれな部分が多いかもしれませんが、当たり前にねいいと思ってやっていることに罠が隠れてたりするという意味で、ご自分の生活に当てはめて何かをやめてみる実験をするのって意外とおすすめです。ずっと完売していたサポートショーツのブラック、大変お待たせしました。やっと再販日が決まりました。あさって1月15日日曜日の夜8時から再販されますので、また30分前から YouTube ライブも行いますので、よかったら遊びに来てください。
ということでまとめますと、私が毎月1歳ずつ体年齢が若返った期間にやめたこと3選は、1、当たり前に夕食にあった白ご飯、脳が騙される範囲でおかゆとか玄米に置き換えてみてください。2、デザートと夕食中の固定ネトフリ、持ち運び可能なタブレットで見るのがおすすめです。3、食べたもの記録、いいと思って続けていることの意味を再確認するのも大事です。マイナスになっちゃっている習慣をやめることで時間が生まれて、その分プラスの習慣を入れ込むことが可能になるので、習慣化が続かないっていう方は、そもそも余計な習慣で入れ込む隙間がなくなっていないか見直してみるのもおすすめです。そして今日はやめたこと3選でしたけど、この期間に意識してやるようにしていたこともあるので、次回はそんなやっていたこと3選をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。グッドボタンやコメントもいつも励みになってます。ありがとうございます。それではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。